皆さんこんにちは。今回もフライデーナイトファンキンモッドをやっていきます。久しぶりだな。まあ新シリーズの方を出してたから仕方がないといえば仕方がないが。それで今回はどんなモッドをやっていくのじゃ？それですね、今回は視聴者さんから要望、と言うべきでしょうか、ソニックエグゼをやろうと思います。おう、視聴者さんからのコメントからか、このチャンネルじゃ珍しいな。まあこれをやるまで、裏で結構グダグダしてたのですけどね。最初はソニックエグゼをやるぞ、と意気込んで、ソニックエグゼ系のやつを探してたのですが、あまりにも数が多くて探すのかなり苦労したんですよね。モッドは現在も増え続けてますからね。ソニックエグゼだって星の数ほどありますから、まあそれでもうマジ無理、スプラしようと考えてたんですけど、メンタル豆腐すぎるだろ。そんな中ある動画を見つけて、そのモッドがリメイク作の一つであったためやることにしました。今回のモッドはゲーム内リメイクがメインであるため、ストーリーはなく、タイトルも変化はないようです。ああ、だからタイトルが通常のままなのじゃな。操作設定などはすでに変更済みなので、早速本編へ行きましょう。ああ、この曲は、聞いたことありますね。ソニックエグゼを見たことがあるやつのほとんどが、この曲を聴いたじゃろうな。そういえば初めてソニックエグゼを見たとき、とあるゆっくり実況者さんの動画から見ましたね。ほうほう、そうなのか。そういえばソニックエグゼって、都市伝説とかあったよな。ああ、そうでしたね。ちょっと調べてみたのですが、日本語だけでも結構情報が出てきました。確か海外の都市伝説クリーピーパスタの一種でしたね。なんじゃそれは、新メニューのパスタか？パスタはコピーパスタという単語です。意味はコピー&ペーストされて広まっていくテキストだそうです。自然と返されてしまった。ではクリーピーはどういう意味なのですか？クリーピーは不気味という意味だそうですよ。それでこのクリーピーパスタは海外の都市伝説掲示板だそうです。都市伝説の掲示板か。それで話してる最中にソニックがエグゼ化したな。ここから本番な感じですね。ノーツの流れが速くなりましたし、いえ、さっきと変わっておりませんよ。あれ、そうなのですか？音楽のテンポが速くなったからノーツの流れが速くなったと錯覚したのかもしれんぞ。早口で喋った後に通常の速度で喋るとゆっくりに聞こえるみたいな感じですかね？まあ、同じといえば同じじゃな。それで上のヘルスゲージを見て気づいたのだが、この段階になると勝手に減るようになるんだな。ああ、それ私も気づきました。ミスもしてないのに結構減ってて内心焦りました。今のフェードでミスりました。暗闇中にノーツ来るのずるいでしょ。別にいいだろ、今も普通にミスってるし。まあ確かにそうですね。てか急に難易度上がりましたね。はいはい、アイアムゴッドアイアムゴッド。はいはい、私は神私は神。神様なら皆さんをしっかり見守ってくださいね。ほんとこのセリフは耳にタコができるほど聞きましたよ。もっと他に言うことはないのかのう。この自称神と呼ぶ痛い奴は。わあ言葉の端々が鋭い。まあ実際神と呼べるほどのやべえ力を持ってることには変わらんけどな。そしてもうすぐコンボブレイク回数が30を超えそうです。結構ミスりまくってるな。初見プレイとはいえ抜けまくりじゃないか。久しぶりのプレイですからね。お前最後にフライデーナイトファンキンを遊んだのはいつだ？そうですね、あれは今から36万。いや、1万4000年ぐらいだったかな。真面目に答えろ。約2ヶ月以上はやってなかったと存じます。2ヶ月となると、ああ、ズーマッチカービィの投稿後じゃな。あれからやってなかったのか。確かあの後パソコンの修理を出して、それっきりになっちゃいましたからね。修理から戻ってきた後、新シリーズカルトオブザラムを始めましたからね。ここまで期間が空いたのは仕方がないのかも。まあ今後は定期的にフライデーナイトファンキンモッドもやっていきます。そうすれば腕は落ちにくくなるはずです。そうだな、腕前が落ちすぎると、今みたいに適当に連打してる状態になってるしな。なぜバレたし。そりゃあところどころ抜けてるからな。あとお前がキーボードを適当に押しまくってるのを見たらわかるわ。それで1曲目をクリアすることができたな。後半忙しくてゲームオーバーになるんじゃないかと思いましたが、なんとかいけました。そういえばこのリメイクモッドは何曲あるのじゃ？ 2 曲ですね。なのでこの曲が最後になります。ちなみに収録曲は、1曲目がプースロー、2曲目がレッドリングズとなってます。2曲目のレッドリングズは、このモッドから追加された新曲だそうです。既存の曲だけじゃなく、新曲も追加されておるのじゃな。ちなみにリメイク前の方も動画で見てきたのですが、演出とかが色々変わってましたね。てか動画見るなら先にそっちをやっとけばよかったんじゃないのか。さて、気合を入れてやっていきましょう。てめえ。そういえば、左にテイルスの死体がありますね。2曲目から追加されたのでしょうか？何を言っておるのじゃ。1曲目の最初からあったぞ。あれ、そうなのですか？全然気づきませんでした。
節穴かよ。いやだって、1曲目の後半結構忙しくて見る暇ありませんでしたし、それにテイルスの色と空の色が保護色になってて気づかなかったんですよ。見苦しい言い訳を重ねるのは自分の首を絞めてるのと同じですよ。言い訳じゃないです。あとそんな言い方だけ優しく返すのはやめてください。死んでしまいます。それで今更聞くのじゃが、ノーツの中に変な色のやつが混じっておるな。こちらのノーツはミスしてしまうと画面が一瞬ノイズが発生してしまいます。なるほど、時々起こるノイズはこのノーツの仕業だったのか。ちなみにこのノイズノーツだけ触らない縛りをやるつもりだったのですが、見えにくいし、絵面も地味だったのでボツにしました。そもそも後半からノイズノーツもタップしまくって企画倒れになるだろうしな。そういえば、前々回にあったさ、マンデラカタログなのですが、あれが思った以上にコメントをいただけました。間違いの補足や、応援の言葉などですね。皆さんコメントありがとうございます。その中でそうだったんだ、と思ったのがいくつかありましたね。例えば4曲目のプレイアブルキャラがリン、マレイさんという名前だったりと、やはりと言いますか、私の知らない情報がたくさんありましたね。他にはプーマッチカービィの最後の曲の元ネタがバイブチェックカービィだったりも知り得ましたね。その元ネタの動画を見てきたのですが、その、なんというか理解に苦しみました。なんじゃそれは、気になるではないか。まあ一言で説明するとすれば、人類には早すぎる動画、ですかね。なるほどな。まあそんなことで、視聴者さんのコメントのおかげで様々な情報を知ることができました。やはり他の方が持っておる知恵は偉大なのじゃな。そうですね。一人の頭では限界がありますが、複数人の頭があれば広がりますからね。みんなならソニックエグゼに並べる。みんなならソニックエグゼをこてる。それでもうすぐに曲目が終わりますね。このレッドリングズの曲もいい曲でしたね。うく主のお気に入り曲が増えていくの。今後もフライデーナイトファンキンモットを続けていけば、お気に入り曲が溢れるだろうな。ためにためすぎた結果、私の脳内フォルダから溢れてきそうですね。まあお前の 4KB 脳内メモリだと、溢れるのも仕方がない。ちょっと、言っていいことと悪いことがありますよ。そんで、これで全ての曲を終えたな。そうですね。というわけで今回は短いですが、ここまでにしようと思います。次のモッドは決めてあるのか？次回のモッドはある程度決めておりますよ。何のモッドかは楽しみにしてください。それではご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。よければ新シリーズのカルトオブザラムも見てほしいのじゃ。ではでは